英国の若者650万人が働く道を失い始めているのだ。いや、正確には5年以内に失うと決まったようなものなのだ。たった今、元保健大臣アラン・ミルバーンが発表した報告書が英国社会を震撼させているのだ。650万人。それって日本の全失業者より多いじゃない。アラン・ミルバーンって誰なのかしら？何が起きたの？英国が直面している若年失業の危機は日本の失われた20年と似ているようで全く違う構造的な問題なのだ。その本質となぜこれが日本の経済にも波及するのか、3つの視点から掘り下げるのだ。現在、英国の16、24歳の失業率は 16.2% なのだ。これは全体の失業率 5% のなんと3倍以上、12年ぶりの最悪記録なのだ。ただの数字じゃない。125万人の若者が今、働く機会を失いかけているのだ。125万人って、それで終わりじゃなくて、5年以内にさらに増えるって言ってたわよね。どうしてそんなことになってるの？ミルバーン報告書が指摘する第一の原因は、教育から職業への橋がない、ということなのだ。昔は誰もが経験した土曜日のアルバイトが消えてしまったコンビニ、飲食店、小売店、これらの職場が10年で激減したのだ。あら、つまり若者が初めて働く場所そのものが減ってるってことね。日本でも同じことが起きてるんじゃないの？日本はすでに失業率 3.3% と低いからまだ大丈夫に見える。だが英国の危機は別のメカニズムで動いているのだ。第2の原因は教育制度の崩壊。英国の学校は進学成績か失業かの二択になりつつあるのだ。中間職がない。中間職？つまり大学か失業のどちらか。そんなひどいことになってるの？職人とか技能工とかはどうなってるのかしら？その通りなのだ。英国は職業訓練の制度を20年かけて解体してしまった。見習い校の数は2010年からで 30% 減。トレード職への道が塞がれたのだ。結果、大学に行くしか選択肢がない社会になってしまったのだ。わかりやすく言えば、日本が塾、高卒、職人というルートを捨てて、塾、予備校、大学、新卒採用だけに絞ったようなものなのだ。そうすると、大学に落ちた若者はどこに行くのか、答えは失業なのだ。でも待ってよ。なんで企業は若者を雇わないの？給料が安い職人や新人なら、むしろ企業も得じゃない？ここが第3の原因。キャッチ、フォーティーズという悪魔的な矛盾が起きているのだ。企業は経験者のみ採用という。だが若者は経験がないから雇ってほしいという。誰も妥協しない。結果、若者は何百回も落ちるのだ。何百回？本当にそんなことが起きてるの？ミルバーン自身が 84% の若い失業者は仕事か訓練を望んでいると調査結果を示しているのだ。つまり若者が怠け者だから失業しているのではなく、システムが若者を拒否しているのだ。システムが、つまり政府と企業と教育機関が全部悪い。ってことね。その通りね。で、これって日本にも関係あるの？私たちの生活に直撃するの？次のフェーズでわかる。まず経済面。英国は5年以内に給付金支出が政府予算の 15% になると試算されているのだ。今25倍の給付金を若者に払っているが、これが30倍、40倍になる可能性もあるのだ。給付金40倍？どこからそんな金が出てくるの？それって財政破綻じゃない？その通り。そこで第2の波及。英国政府は増税か歳出カットを余儀なくされるのだ。その時、英国企業の収益が圧迫される。日本は英国企業と取引する製造業が多い。自動車部品、医薬品、金融サービス。英国市場の冷え込みは直接、日本の輸出企業の利益を削るのだ。ああ。つまり英国が不況になると、日本の企業も売り上げが減るってことね。まさに連鎖反応だわ。でも、そうなると日本でも同じことが起きる可能性あるんじゃない？その通り。日本も実は同じ傾向が始まっている。非正規雇用の増加、職業訓練校の統廃合、大卒フリーターの増加、
英国で起きていることは日本の5年後かもしれないのだ。だから今、対策を打たなければなるのだ。でも待ってよ。ミルバーンは何か対策も言ってるんじゃないの？ただ、危機だって言ってるだけじゃなくて。もちろんなのだ。ミルバーンが提案しているのは、企業インセンティブの拡大、福祉制度の抜本改革、職業訓練への再投資の3つなのだ。つまり、650万人が失業する前に、働く道を作ることなのだ。つまりこういうことなのだ。英国の若年失業危機は、制度の失敗であって、若者の失敗ではないのだ。5年以内に125万人が職を失う未来を避けるには、今この瞬間に教育と雇用と福祉を一体改革しなければなるのだ。日本も同じ道を歩んでいる。今なら間に合うのだ。つまり、日本も英国も若者に職をくれ。ってことね、システムが変わらないと、そのうち私たちが失業者になっちゃうわけね。コメント欄で、あなたの周りに就職できない若者いますか？って聞きたいのだ。明日は同じ英国経済の続編。今度はロンドンの住宅ローン危機を掘り下げるのだ。なぜ若者が家を買えない時代が到来したのか、その背景にある金利と給与の逆転を詳しく解説するのだ。海外ニュースを日本の生活で読み解く、ずんだもん海外ニュースなのだ。また明日、なのだ。